チャンネルへようこそ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。皆さん元気してますか？今回は HK-P30L をレビューさせていただこうと思います。この銃はセミオートでずっと欲しかった銃になります。というのもですね、来月9月劇場公開予定のジョン・ウィック、その第1弾でジョンがメインウェポンとして使用していた銃になります。ジョン・ウィックの映画を見てからずっとこの銃欲しかったんですが、この銃自体も結構人気があるためなかなか入手が困難な状態でした。でも今回やっと入手できたので、そちらをレビューさせていただきたいと思います。さて、このレビューをする前に、もしよろしければチャンネル登録、ベルマーク通知をお願いいたします。今後ともアメリカでですね、実銃を紹介していこうと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。それでは中身を見ていきましょう。説明書ですね。ロック、そしてマガジンが1つ。マガジンを出しておきましょう。革です。こちらが、HK-P30L になります。この HK-P30L の特徴ですが、人間工学に基づきアジャスト可能なグリッププレートが3種類付属しております。こちらの後ろですね、この部分です。それと2種類ですね。そしてここのサイドプレート、これがついている状態です。そのためグリッププレートを交換することで手にジャストフィットさせることができます。もうすごい発想ですよね。こういったグリッププレートを交換することができる、これは非常に新しい発想ですよね。もう一つの特徴として、マガジンリリースボタンがトリガーガードについているところです。ここなんです。マガジンリリースボタンが。ボタンというかスイッチですね。こちらを下げるって感じですね。そういった意味では、これはちょっと慣れが必要なと思います。最近は随分と慣れてきました。HK-P30L には V1、V2、V3 のバージョンがあって、これはダブルアクション、シングルアクションの V3 モデルになります。ちなみにジョンは V3 を使用しています。V1、V2 はレムトリガーという新しいトリガーを採用しているのですが、私はもともと V3 モデル一択だったので他には気にしてないです。ダブルアクションの後はシングルアクションなので、トリガーはめちゃくちゃスムースです。これはストライカー方式では体験できない感じです。そしてこの銃はデコッキングボタンがついております。ここですね。こちらデコッキングがすることが可能です。P30L ではなく P30。P30L は、ロングスライドという意味で L がついておりますが、こちらの通常の P30 自体はヨーロッパの警察関係が使用しているので信頼性は高いです。バランス、重量、めちゃくちゃいいです。よって精密な射撃をすることができます。サイトもこんな感じで見やすいですね。夜でも比較的狙いはつきやすいと思います。多分ジョンもこうやってたんでしょうね。
9万1000発のテストシューティングをしていて全く故障してないというデータがあるので、そういったところもすごいですよね。ちなみにマガジンは10発入りが3本ついておりました。123、これですね。ちなみに15発入りのマガジンは2つあるとのことです。このマガジンもですね、結構スチール製でかっこいいです。そしてこの P38 サムセーフティーがついてるので嬉しいですね。この部分ですね。ついてないモデルもあるのですが、私はついてる方が好きなのですごく嬉しいです。ダブルアクションはどうなんだろうな。重いですね。非常に重いです。Python と比べるとカラーです。一応念のため。Python と比べるとどうだろう。Python の方が若干軽いですね。ダブルアクション。ダブルアクションは Python よりも重いです。ただシングルアクションはですね、めちゃくちゃ軽いですね。でもこのダブルアクション結構好きですね。好きです。むしろ好感触。ダブルアクションはですね、結構長いです。結構長いですね。ここでこの辺かな、この辺でパチンとくる感じですね。もう一回いきますね。ダブルアクション、ここら辺でパチンですね。逆にシングルアクションいきますね。シングルアクションはぐーっときてここですね。もう一度シングルアクションいきます。シングルアクションはここまでぐーっときて、ここでパチンで、ここですね。ここです。これで、そしてこのシングルアクション、これはですね、癖になりますね。最高です。いいね。もしこちらを携帯する際は、チャンバーに一発入れてデコッキングをして、これで携帯していくと思います。これはリボルバー、そうですね、 Python と一緒ですね、考え方的には。グリップ、これはですね、やっぱり最高ですね。まあこんなこと言いたくないですけど、 Python を超えてますね、明らかに。最高です。多くの人がこの P38 のグリップは最高という話を聞きますよ。これは理解できますね。最高です、本当に。あとグリップをカスタマイズして自分に合わせるというのがすごいです。グリップは今まで所有してきた銃で一番ですね。そしてこの HK-P38 4が使用しているコンペンセーターですね。こちらはですね、実在しないんですよね。しかし映画上映してから HK パーツよりジョン・ウィック風のカスタムコンペンセーターが発売されました。これなんです。いやー、映画の力ってすごいですよね。で、こちらの HK パーツの、コンペンセーター、航空機グレードのビレットアニムから作られ、耐久性のあるセラコートで仕上げられていると。これサイトから引用しました。これ実は180度します。でもいいんです。銃はロマンなんで。で、こちらを装着することでですね、マズフリップとリコイルを軽減できます。あとかっこいいからいいんです。もちろんメイドイン USA で
ジョン・ウィックの映画に基づいて実用的安全性を考慮した作りになっております。そして取り付けやすいのもいいですね。レールにはめてネジで締める、こんな感じです。こんな感じですね。レールにはめてネジで締める。以上。最高ですね。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価、コメントしていただける方大好きです。今回は HKP30L ジョン・ウィックの第1弾のジョンが使用していたメインウェポンをご紹介するということで、ジョン・ウィック風にコスプレをしてみました。いかがだったでしょうか。それでは次回パート2でお会いいたしましょう。Stay tuned。じゃあね。